2025年の大阪オートフェスへようこそ。ホンダのブースに早速来ました。初日なんですが、一番もう最初に気になったというか、この車なんだよ。プレイルードじゃないのにの。プレイルード、これってさ、はい、アメリカで、はい、おそらく1986年か88年ぐらいに、はい、プレイルードという車ができた時に、はい、まだその時俺はね、日本車に興味なかったよ。なかったんだけど、当時はね、正直に言います。はい、興味が全くなかったんだけど、はい、お父さんの知り合いの弁護士さんが、はい、プレイルードを新車で買っちゃったんですよ。なるほど。その時ね、すごい自慢したくて、その方がね、バックで駐車をした時に、はい、後ろの覚えてる？後ろのホイールも曲がるということがあって、それまではアメリカにはない技術、はい、そして俺もその時からこの車すごいんじゃない？日本の技術がめっちゃ進んでるんじゃないかと思ってた時があった。はっきり覚えてる。色がね、当時はね、ブルーのネイビー紺色のブルーのプレイルーがまだイメージがある。それとリトラだよね、はい、2ドアであって、30年後、はい、40年後ほぼ、はい、また復活ということですごいんだよね。これはプロトタイプなんだけど、はい、当時のプレイルードとちょっと違ってハイブリッドになる。はい。なんだけどなんかスポーティー系のホンダ S プラスシフトというミッションが入ってて、スポーティーな、なんか楽しくハイブリッドでも乗れるようなスポーツタイプなんだよね。かっこいい、スマートじゃないの。あとね、黒。プレイルで黒で見たことないと思うんだよね、はい、これからも黒で出るっていう、こういうイメージのプレイルはかっこいいなって思う。で、さっき言われたのは、はい、日本は発売は秋から、今年の秋からの予定なんだけど、はい、アメリカにも、はい、ね、そのうちまた出る予定だっていうことで、欲しくなっちゃうんだよねこれはね。皆さん、これかっこいいよね。このラインクーペのすごいスマート、このロングのところにほら見て、ウィングがあって、はい、ね、このウィングと、あとね、はい、こういうところとかはね、なかなかかっこいいんじゃない？スポーティーだよね、デフューザー、はい、そして前に、はい、前もこれもいいよね。車好きにはこういうね、スポイルなんていうのかな、スプリッターっていうのかな、こういうところがなかなかいいなと思う。細かい、なんていうのかな、レトロ的なこう昔のリトラのイメージがあるんだけど、はい、これまたすごいスマートだよね、デザイン的には。ニノ、俺はね、はい、また欲しくなっちゃったんだよね。やばいよね、これは。でも、はい、かっこいい車で、やっぱりこれがホンダはアメリカで多分ね、日本車の中でこうトップってなるのは、一番人気なのはホンダかもしれないんだよね、はい、売れてる台数の細かいこと分かんないんだけど、ホンダは大人気なので、はい、この車アメリカで出たら、はい、めっちゃ売れるんだろうな。かっこいいと思います。鈴木のブースだよね。そうですね、鈴木さんですね。鈴木はもうアメリカでももちろん名前は知られてるんだけど、モデルが日本ほど全然少ないんだよね、はい、アメリカに。で、特にこれ気になったのはこの車両なんで、これは、はい、気になったところは、はい、フロンクスというんだよね。そしてこれ、知ってたニノ、俺が生まれたところはニューヨークのブロンクスだよ。これを B に書いたら、俺のもう出身地のブロンクスのになるんだけど、フロンクスはかっこいいよね。そうですね。このモデルはアメリカにない、はい、これも日本でまだできたばっかりのものなのかな、まだ新しい鈴木モデルなんだよね、はい、最初気づいたのはこのホイールベースがめっちゃ長いことと、あとね、中を見て覗きましょう、はい、中もすごい素敵なレイアウト、はい、ちょっと見てみてください。鈴木のその営業担当の方の話によると、これね、後ろも大人が座る分には全然余裕。見て、まあ俺そんな背が高い人間じゃないけど、全然余裕で
あ、新車の匂いしてるんだよ。日本の新車の匂いだよ、この中バリバリ。日本の新車ね、お、いい革も使ってるんだよ。おー、気持ちいい革だよ。はははいい、これはかっこいい車両だよ。アメリカにね、こういうのも出せば、続きは多分アメリカでもっとこういうのも売れると思うよね。はい、素晴らしい素敵な車で、これ燃料車 NA のエンジンにハイブリッドのマイルドハイブリッドというなんかアシストっていう感じのハイブリッドのなんだけど、ハイブリッドだけで電気だけでは走れないらしいんだけど、マイルドハイブリッドという言い方をしているみたいですね。かっこいい車。後ろもちょっと見てみましょう。ここに来ると、お、テールも今時だよね。見て、この LED というか今時のテールにデザインは、そしてほら見て、結構貨物も入るよね。スーツケースもうアメリカから持ってくるすごい貨物のさ、もう入るんだよね。だって姉ちゃんに丁寧に、お、こんなに入るんですか。38リットル分の、キャリーケース。じゃあ俺どんなにお土産いただいても、これだったら持って帰られるんだよね。そういうことですですよね。はい、ありがとうございます。素敵だね。めちゃんも、はい、いいですか。ありがとうございます。これもフロンクスだよね、ニノさん。フロンクスなんだけど、さっきのフロンクスとの違いが、まずこれ4区だよね。4区、車高が上がってる、オフロードしよう、アウトドアで遊ぼう、釣りでもスキーでも何でも、このね、なんていうのかな、このガードというんですか、これもねあって、やっぱり多少オフロードで行っても、車には傷とか怪我がないようにこれもつけてるんだろう。そしてデザインもすごくいいんだよね。この色とこの黄色いところとライトとホイールもなかなか素敵な車だと思う。大人のちょっとでもスポーティーな人のこういう感じの車だと思いますね。かっこいいよね。これもアメリカにあれば売れると思うよね、間違いなく。デザイン的にも絶対、ここから後ろも見て、やっぱりあっちのノーマルの普通の2WD のやつと比べて、車高が上がってるのと、あと、スポーティーだよね、ものすごく。はい。やっぱりね、何でも車高を上げるか下げることによって車のイメージは完全に変わるんだよね。はい、ノーマルからめっちゃスポーティーな、俺らみたいにさ、大好きなこういうイメージなんだよね。そうですね。気に入りました。かっこいい鈴木です。鈴木のラインナップの中で俺が一番気に入っちゃったのはこれかもしれないよね。スマイルね。ところで知ってる星カフェで、スマイルは0円だよ。うちの橋ね、分かってるよね。マクドナルドから来たスマイルはアメリカにないんだけど、ヨーロピアンアンティークというデザインで、この車がめちゃくちゃ可愛いと思います。色の合わせ、そしてよく見てもらえればニノさん、色がこのなんていうピンクが入ったり、色がなんかグレーからピンクに変わるところがあるのはまず素敵。そして、ランプの色のピンクも可愛い。こういう細かいところとグリルと、本当にヨーロピアンって呼ばれてるんだけど、これもうレトロ的な、本当のもうアメ車のという時代の中もあったような気がするんだよね。ヨーロピアンデザイン。そしてこういうところ見て、上にすごい細かいところがいろいろあるよね。ルーフ、このキャリアがあって、内装もすごい可愛いっていうか、ちょっとこう、ちょっと開けさせてもらいます。こっちの覗いてください。ニノさん、中を見てください。ここちょっと開けます。はい。シートと屋根が合わせてるんだよね。そして絨毯を見て、色、下のカーペット、どう？ダッシュメーターがレトロだよね。ハンドルもいいよね。ハンドルの作りが、そのスティッチっていうところが、後ろにもそれも合わせてるんで、よく考えたデザイン、かわいい。そして、ここ、後ろもそうだよ。見て。鈴木の書き方もすごいレトロ的な、こういうスタイルの鈴木って書いてあるのはまたかっこいいよね。
気に入っちゃったよこの車。アメリカにね、軽自動車 K クラスになるんだよね、これは。K になるんだけど、アメリカにないんだけど、25年後にこれ1台は買っちゃってアメリカに持っていこうかなとって。こういうところもね、すごいレトロっぽくない？カバーっぽくて、センターキャップっぽくて、この赤いラインが入ってて、そしてこのボディの色に合わせたところがなかなかだよ。すごいよな。スズキはすんごい車作ってるんだよね。アメリカで売ってほしいな。ね。ニノさん、俺の持ってる10何台、13、14台の中で一番多い日本車はどれだ、メーカーがからいくと。ニノならわかるよね。日産です。ピンポーン、合ってるよね。はい、合ってるんだけど、旧車だらけなんだけど、いつかこれも欲しいなと思うんだよね。Z の新型の Z だよね。これ2025年モデルなんですが、右ハンドル車も出ましたよね。東京オートサロンで左ハンドル車が1台あったようですが、こっち右ハンドル車は初めて出てきたということで、かっこいいですよね。で、めっちゃね、昔からはね、日産はすごいいい色とかも使ったりしているんだよね。R34 の GTR のブルーといえば、ベイサイドブルーだったんだよね。これもさらにかっこいい名前がついた。湾岸ブルー。いいよね。外人がめっちゃなんか気にしそうな名前だよね。湾岸ブルーというのはかっこいいよね。なぜこの車好きかというと、今時でありながらなんかレトロっぽいところもある。昔の Z のなんかこういうところはね、俺の S30 のね、1970年代のこの辺りなんか似ているところまだ残っているっていうことがかっこいいなと思うよね。めっちゃいいよ。かっこいいね。ホイールもう車自体すごいスポーティーなんだよね。アメリカでね走ってるのはもう何台かがあるんだけど、そんなにまだ見かけないので、これからもっともっと増えると思うんだけど、俺1台買っちゃうんだよね。多分これもいつか欲しいよね。日産ってもう古いのいっぱいある中で、もう1台のね新しいもあればいいんじゃないかと思うよね。ちょっと後ろも見てみましょう。これやっぱり人気なんだよね、ニノさん。みんなトランクルームはすごい広いよ。ニノ見て、覗いてみて。結構入るんだよね。スーツケースでも入るんじゃない？はい。いただいたお土産が全部これで持って帰られるということで、うわーかっこいい。失礼します。初めてかもしれないよ、俺が。はい、失礼します。ニノ、まず日本の新車の匂いだよ。この匂いは最高だよ。分かった？今で。いい匂い。で、ダッシュメーターがやっぱり今時、このモニターがでかくて、かっこいいね。スポーティーな感じもするんだよ。シートもすごくいい。最高だよ、ニノ。メーターがここにあるの、これもさらにレトロ的なこういうメーターがあるの、旧車っていうイメージもあるんだよね。位置的にそこにね、素晴らしい。大好きな。SOS コールもなんか今年からついたらしいよ。新しいこれ押すと、SOS でコールができるという機能がついたそうです。素晴らしい車だよ。いつか欲しいな、やっぱり。日産といえばやっぱりね、アメリカでも最近本当にもう人気ナンバーワンじゃないでしょうか。スーパーカーの中で GTR35 の GTR。ただね、アメリカで言われてるのは最後の、GTR になるっていうことがちょっと残念なところはあるんですが、もう作ってほしいな。長年はね、こんな素晴らしい日本のスーパーカーっていうのは他にあんまりないと思うので、どんどん続けて作っていただきたいなと思うんだけど、これニスモバージョンだよね。いいな。色とカーボンとこの色がめっちゃね、その合わせがかっこいいよね。そしてダイソー見て、かっこいい。なかなかじゃない？フェンダーのこういうところ
そしてシートも素晴らしいよ。なんか薄め、うわ、めっちゃ薄いカーボンじゃない？そうです。カーボンのシートで、はい、素敵だよこれは。いやー、これも欲しくなるよね、ニノさん。これ、ウィングはでかい。やっぱりニスモンになるとこんなかっこいいカーボン付きで、こういうところもディフューザーと、そうですね、ニノさん、はい、ニノさん、はい、4本出しじゃないでしょうか。4本出し、太い4本出しでかっこいいよね。はい、いや、GTR もうアメリカ人はね大好きな車なので、はい、ぜひ日産さんに続けて、はい、待って、これはねこうじゃなくて続けて作ってほしいなと思いますよね。思いますね、僕も。日本のスーパーカーの、はい、もう今のトップだよね。そうですね。ニノさん、あれどうしたんですか？ちょっと急に時差ボケで眠くなったんだけど、はい、どうせ休むなら日産のエクストレイルのところで休ませていただいてます。すごいよ。してた、もう日産の、エクストレイルって25年だよ。もう25年になる。そして、こんなかっこよくなったっていうことなんだよね。見てくださいよ。あれね、すごい気に入ったのは、もうデザインもそうなんだけど、これさっき説明受けたのなんだったっけ、この S。5だよね。25年の記念っていうか、もう25年前に最初に作られたエクストレイルがもう25年続いてきたんですよね。こういう素敵なトレーラーっていうか、これね、休ませていただいたところも、あとコーヒーとかカプチーノとか、これうちのほら星の、あれだ、なんかコーヒーとかも出せるんじゃない？こういうのあればね、アメリカでイベントに持ってたらこれで売れるんじゃないの？大判焼きもここで作ってさ、おにぎりを煮てコーヒーも出せると、こういう使い方もあるんだよね。そうですね。でもかっこいいよこれ、やっぱり車高が上がったオフロードのものとして、色もフェンダーにほらこういうねオフロード仕様のホイールとタイヤ、ボディの色かっこいいな。いいね。これもいいよ。見て、日産インテリジェントモビリティエクストレイル、かっこいいよね。25年は一つのモデルを続けて作るっていうのはすごいなと思いますよね。本当に見た目もいい、どんどんかっこよくなって、よくあるのはね、車が最初にできた時にすごいかっこいいと、でしばらく経つと、ちょっとこうどうかなって、これどっちかといえばどんどんかっこよくなってきてるんじゃないかと私は感じてます。ニノさんはどう？いや、スタイリッシュスタイリッシュだよね。今時すごいかっこいい。いや気に入りました。日産はやっぱりね、他のメーカーのどうのこうのじゃないんだけど、スティーブに一番合ってるかもしれないよな。デザインとイメージと、オフロードだろうがスポーツ系だろうが、2サムズアップだよ、日産に。はい、レイズのブースに来ました。よろしくお願いします。今日のもう新しいホイールですか？こっち。新しいホイール TE37 はい。C というホイールになります。かっこいいですよね。23インチで。これ23。こっちが、おお。我々バフって呼んでるんですけど、はい。ポリッシュ。ポリッシュのね。ねバフ、日本語になるとバフになるんですか？ポリッシュの、じゃあ光ってるやつと、ツヤがあまりのないやつという感じの違いですよね。めちゃくちゃ似合ってると思います、この車両に。はい。実は結構この商品ですね、うちの、特許技術が使われてまして、はい。具体的に何かっていうと、簡単に言うと、はい。ポリッシュ、はい、バフにはい、関しては、結構クリアを塗ると、はい、白くボケると言いますか、はい、ありますよね。はい。それが、可能な限り表面にも輝くような、特殊な技術を持っていて、技術がある。ああ、さすがだよね。もちろんメイドインジャパンのものですよ。大阪ですか？堺でしたっけ？そうですね。有名ですよね、ホイールで。いやー、すごいですよ。かっこいい。これ私たちのTE37 に次ぐ商品 C28N っていうのがあるんですが、はい。
SN の、ええまあ、SL ってやつでして、はいまあ、より軽量化、はいすごいバランスのいいホイールがになりますね。めっちゃくちゃこの車のもともとかっこいい車両さらにかっこよくなると、はい車にもうぴったりですよ、はい本当に。そしてこれですよ、これそうスライス今ちょうどいい。ニノさん、こうだよねアメリカだったらもうちょっとここに出すかもしれないけど日本はねこうですよね。スマートでかっこいいですよ。このフィールはやっぱりいろいろな車にどんな車にも合うものですよね。この仕上げ方はこの色は何て言うんですか？クレストグラファイトっていうカラーです。はい、なんかガンメタみたいな感じの、はい、グラファイト。はい、これも素晴らしい綺麗なホイールです。そうで、イメージから考えるとさっき言ったようにあれですよね、スポーツタイプとか、はいまあ、JDM 日本車好きな人がこれも定番だっていうのもイメージがあるんですが、いろいろこれもトラックにめちゃくちゃ、ね、よく俺もピックアップトラックよく乗る俺がもうこのホイール見てかっこいいですね。あと何が一番好きなのかっていう中でいいのは、これはちゃんと宣伝していること。そうですね。メイドインジャパンだよ、ニノさん。はい、右、はいの下の見て、これはプライド持って別にね恥ずかしいことじゃなくて素晴らしいものだっていうことをみんなに見せてやるっていうのはかっけえな。いいね、それサムズアップだよ。メイドインジャパンイコール世界のもうトップレベルだっていうことは私はそう思っております。ありがとうございます。はい、さらにレーズ、もうボルクレーシングのフィールでもう世界のベストですよね。ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。このなんかカラフルな意味でドーナツとかこういうやっぱりピンクがあったりグリーンがあったりそういうイメージのものなのでしょうか？おっしゃる通りです、ね。はい。もう MID ホイールは、えもういろんなバラエティーはいのホイールをもう作ってるので、ええそれこそスタッドレスもそうですし、はいレース用のホイールもそうですし、はい。そういう意味でもすごいバラエティー豊富でポップな感じでやっておりますね。こちらのフィールはワンピースのフィールがメインですか？ワンピースがメインになります。メインになります。でもいろいろまたね K クラスのちっちゃいやつから結構ね色がド派手なまあこういうものまではありますよね。素敵なホイールもあります。あとトラック用のオフロード用の系のものもあります。これかなり気に入りです。私は。はい、かっこいいです。名前もいいですよ。ナイトロパワーで。はい。すごいな。でもイメージは分かりました。カラフルな、まあ可愛いというか楽しいっていうのはなんか元気になるフィールっていうなんかイメージですよね。そうですね。はい。本当にもう万人受けするようなホイールになりますね。はい。でこっちが、はい。MID レーシング。レーシングの分野もあるんだ。コーナーになってまして、はい。で実は MID は、フォームラドリフトジャパンはいの、ホイールの、まあ、ワンメイクスポンサーになりました。そうなんですか。おめでとうございます。なので大きいですよね。今後走るはい車、はい。フォームラドリフトジャパン2で走る車すべて MID がつくようになります。なるほど、すごいですね。でこの中もこれもかっこいいんだけど自分は気になるすごい気に入りのホイールがあります。どれですかどれですか？ニノさんはどれかってわかる？これですね。DOD。これはそのレトロっぽいところがセンターキャップがあるようなイメージがかっこいいですよね。レトロでもうおっさんだからやっぱり古いものなんかそれ昔のものが昭和っぽいものが好きなのでちょっとそのイメージがこれ見てなんかあるなと感じます。こっち側のこれグリーンでまたいいんだよね。グリーンとミリタリーっぽいところが素敵なんですよ。これは高いブランドの MID の中の高級のはい。MID エクスクルーシブのラインナップですか？はい、さっきワンピースって言ったんですけど、はい、ツーピースもやってまして、なるほどね。カーボンの。はい。これはカーボンなんです。こちらはその新しいっていうんですよね。はい。素敵ですよ。これはもちろんツーピースになる。素敵ですよ。これはめっちゃかっこいいですよ。軽いですか？軽いですね。軽いでしょうね。はい。でこちらは
これ今度カーボンでちょっとブルーの入った素敵ですよね。こういう高級感がありますね。はい。でもかっこいいラインナップですよ。すごいですね。とても勉強になりました。めちゃくちゃ MID を気に入りました。MID! イエーイ !GR4 のなかなかだよ。世界に300台しかないそうです。トヨタはさすがだよ。ラリーレース用のサポート用に作られたものなんで。アメリカンスタイルでレトロなおっさんなので、そういうレトロなおばはんなんで